ちは、ふうです。今回は氷瀑を見るために栃木県日光市の山奥にある伊織岳に行ってきました。去年も行った伊織岳ですが、今年も圧巻の氷瀑を見たくなって日光まで来ました。これから数日分の食料を買い込んで、いろは坂を登った先の山にこもります。2日分の食料を確保したので、晴れるまで山奥にこもります。山暮らしワクワクしますね。これから市街地を出ていろは坂を登ります。いろは坂はゲームやアニメにも登場する有名な観光道路ですが、歴史は古く、1902年には人力車が通行していたそうですよ。この長い上り坂を人力車で登るなんて、昔の人の体力は計り知れませんね。いろは坂は日本の道100選にも選ばれているんですよ。いろは坂を登りきると大きな鳥居が現れます。これは中禅寺湖大鳥居といって、中禅寺湖のシンボルとなっています。左側にある湖が中禅寺湖で、約2万年前に男体山の噴火でできたそうですよ。人造湖を除く湖としては日本一標高の高い場所にある湖なんだそうです。日光に来るとよく鹿や猿が飛び出すので、速度の出しすぎには注意です。鹿のお尻かわいいですね。中禅寺湖を抜けて今日の目的地の奥日光に行けます。奥日光までの道に私の大好きな戦場ヶ原があります。この広大な湿原は本州最大級の湿原の一つで、標高1400メートルに位置します。この場所はもともと湖だったそうですが、土砂や水生植物の遺骸が堆積して陸地化したそうです。戦場ヶ原という素敵な地名にも由来があって、男体山の神と赤城山の神が戦った戦場だったという神話が由来になっているそうですよ。日本中いろんな地名の由来を調べると面白い歴史や文化を知ることができます。これは私の旅の楽しみの一つです。奥日光に着きました。ここは温泉街になっていて、車中泊できるトイレ付きの駐車場もあります。温泉街ですが平日ということもあって人影はありません。とりあえず数日分の燃料と食料は確保してあるので、早速準備していきますね。今回の目的は伊織岳です。伊織岳までは合計6時間歩くので、晴れるまでここで過ごそうと思います。周りに人もいないのでおうちスタイルで過ごします。今回は災害時にも役立つブルーティーさんのポタ電を使っていきます。色がランクルに合っていて可愛いです。まずはお腹空いたのでご飯の準備をします。
Delicious. Mm. 外は寒くて雪も降っているので、車内に引きこもります。完全に家と同じ生活をしていますが、お許しください。撮影そっちのけでゆっくりしていたら日が暮れてました。ここは温泉街なので適当に日帰り温泉入ってきます。外は相変わらず人影もなく静まり返っていました。とりあえずやっている温泉に行ってきますね。お風呂行きます。寒い日の温泉は最高ですね。明日は晴れ予報なので、伊織岳に行けそうです。6時頃には登山開始したいので、今日はお酒もほどほどにして早く寝ますね。お昼とやってること何も変わってませんね。けどこれが一番幸せなんです。手っ取り早く鍋食べて寝ます。鍋が美味しい季節が終わってしまうのは本当に残念です。
ちそうさまでした。まだ8時ですが、明日は朝早いので寝ます。6時間のハイキングコース、気合い入れていきますよ。寝る前に宣伝です。私は最近趣味としてはもちろんですが、災害時の備えとしても車中泊ができるように意識をしています。今回の旅でブルーティーさんに AORA100 をご提供いただいたので、スターリンクミニと一緒に導入してみました。私は普段山奥の県外の場所で車中泊することが多いので、電源と電波が確保できるのはとてもありがたいですし、安心します。ブルーティーさんは今後日本市場に向けて製品開発をしているそうなので、気になる方はぜひ概要欄から覗いてみてくださいね。完全に寝坊しました。今日は山の天気も安定して午後から晴れるみたいなので、伊織岳まで行ってみようと思います。奥日光の温泉街から伊織岳最寄りの赤沼駐車場までは車で10分ぐらいです。赤沼駐車場に着きました。去年は駐車場は無料だったんですけど、今年から有料になったようで500円でした。ここに車を置いて片道約3時間のハイキングルートを歩きます。去年も同じルートで行ったので体力的には問題ないと思うんですけど、不安を感じたら無理せず引き返します。昨日降った雪で少し歩きにくいです。ハイキングコースの景色は思わず見とれてしまうほど綺麗でした。伊織岳に近づくにつれて道が険しくなります。よし、行きます。よっこいせ。川の音が聞こえたら伊織岳もすぐそこです。伊織岳は水しぶきが時間をかけてゆっくり凍りつき、毎年1月末頃に氷瀑になるそうです。伊織岳の氷は純度がとても高いので、うっすらと青く見えます。そのことからブルーアイスと言われています。ここで撮った映像は一生の思い出で宝物です。ブルーアイス。去年初めて来た時の感動を忘れられず、今年も来てみました。僻地にあるので苦労しますが、一見の価値ありですよ。来年もまた来ます。頑張った自分へのご褒美に旅館に泊まって美味しいお寿司を食べました。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。無事私の大好きな伊織岳に行けて満足です。よかったら次回もまた見てくださいね。じゃあまたねー。